こんにちは、かきです。避けたいミスショットの中にブレ、ピンボケ、白飛びがあります。なぜなら現像、レタッチをするときに簡単には修正できないからです。例えば写真の明るさ、色、画像のサイズであれば、ある程度であれば簡単に修正や調整ができるのがわかると思います。修正が難しいブレ、ピンボケ、白飛びは撮影をする段階で避けたいミスショットです。ただ、ミスショットをしていない完璧な写真をいつでも撮れるわけではありません。撮影した写真の中で使いたいと思ったものがブレていたり、写真すべてのピントが甘かったりします。カメラの小さなモニターでは気づかなかったけれども、後で大きなモニターで確認をしてみたらミスをしていたなんてことはよくあることです。撮影をしている段階でミスに気づけば、その場で修正した写真を撮り直すことができます。でも、撮影が終わった段階ではもうどうすることもできません。ただ、ある程度であればミスショットした写真を修正できるかもしれません。使うソフトは Photoshop です。はじめにブレの修正です。編集の説明をする前に、ブレが写真にどのような影響を与えるのか見ていきます。この動画を見ているモニターや動画の画質、通信速度によっては違いが分かりづらいかもしれないけれど、なるべく分かりやすいようにクローズアップして見ていきます。これがブレていない写真です。これがブレている写真です。ブレなし、ブレありです。写真を縮小してみると違いが分かりづらいです。でも大きな画面で見て、特にこういう風に見比べるとブレている写真の画質が低下していることが分かります。大きな画面で写真を見ることの重要性も理解できると思います。ブレてしまった写真を Photoshop で開きます。開いた写真が背景として出てきますが、これを直接編集するということは基本的にはありません。背景のレイヤー、言い換えると、オリジナルの写真をコピーして、そのコピーしたレイヤーを編集していきます。オリジナルの写真があれば、いつでも初めからやり直すことができます。オリジナルの写真にロックをかけておけば、間違って消してしまうっていうリスクも少なくすることができます。オリジナルのレイヤーが選択されていることを確認したら、コマンドプラス J を押します。レイヤーの名前もわかりやすいように変えておきます。レイヤーをスマートオブジェクトに変換します。スマートオブジェクトというのはすごく簡単に言ってしまうと、写真の画質を低下させずに編集をするための処理です。写真の編集をするときは、このスマートオブジェクトに変換することが基本になります。編集する写真のレイヤーを選択して、フィルターからシャープ、ブレの軽減を選択します。ブレの軽減はその名の通り、写真のブレを解析して自動で修正してくれるものです。ブレの軽減をするための編集をするウィンドウが出てきます。写真のブレをソフトウェアに読み込ませるんだけれども、ここでは2つ方法があります。1つ目は今出ているこの四角の枠で選択されている範囲から読み込むものです。この四角の枠は自由に動かしたり大きさを変えることができます。コンピューターにとってブレが検知しやすい場所を選択すると、ブレを修正する精度が良くなります。この写真の場合だったら目がわかりやすいと思います。人間の目は輪郭がしっかりしているので、コンピューターにとっても検知がしやすいと思います。そしてこの四角の枠は一つだけではなく複数個出すことができます。他にもブレが分かりやすいところがあれば、そこを同時に読み込ませることで修正の精度を上げることができます。ただ、コンピューターの読み込みと解析が正しくない時があって、逆に画質が悪くなってしまうことがあります。読み込ませた選択範囲のうち、どれを採用するかを選択することができるので、比較して画質が良くなった方を使いましょう。ブレを読み込ませる2つ目の方法です。ぼかし方向ツールを使います。1つ目の四角の枠の場合は、どのようにブレているかをコンピューターの解析によって判断をしていました。このツールの場合、ブレの距離と方向を手動で設定することができます。ブレている距離と方向がはっきりとわかる写真であれば、こちらの方が精度がいい場合があります。この写真の場合、またこの目がわかりやすいので、ここを例に見ていきます。輪郭のブレの始めと終わりを線でつなぎます。線の角度をブレている方向に合わせます。この線を細かく動かしてもいいし、数値を入力することで設定することもできます。設定をした後にプレビューを読み込めば、修正をした結果を見ることができます。数値を変えながら微調整をすることができるので、この方向ツールは自分の思っている通りに精度よく修正をすることができます。四角の枠と同じように、これも複数の場所で読み込むことができます。自分が納得がいく結果になったら、最後に OK を押して、ブレの修正が完了します。ブレを読み込ませる方法が2つあるので、
比べてみて結果がいい方を選択するといいと思います。ブレの軽減の結果を見ていきましょう。これが修正前のブレた写真です。方向ツールによって修正した写真です。ブレが軽減されて画質が良くなったのがわかると思います。ちなみにこれはブレていない写真です。ブレていない写真よりは画質が悪いけれども、修正前よりは良くなっていると思います。一つ注意です。このブレの軽減のツールなんだけれども、Photoshop のバージョンの 23.3 以降、使えなくなっています。写真のブレを修正するツールとして最もポピュラーで使いやすくて精度が良くて強力だったのに、なぜか使えなくなっています。Adobe は何を考えてるんだろうね。ブレの軽減ツールを使う場合は、可能であればバージョン22の中からインストールをする方がいいかもしれません。僕の場合、2つのバージョンを同時にインストールしています。この動画を撮影している段階では、Photoshop の最新バージョンでは、ブレの軽減ツールが使えなくなっています。今後、代わりの機能が追加されたり、また復活するのかもしれません。Photoshop でブレを修正する方法が他にないわけではないんだけれども、修正をするプロセスがイメージしづらいし、説明するのがとても難しいです。Photoshop の古いバージョンがインストールできない場合は、違うソフトウェアを使いましょう。おすすめは Sharpen AI です。ピンボケやブレによってぼやけてしまった写真をシャープにすることを専門にしているソフトウェアです。説明がいらないほどシンプルで簡単で、かつ精度がいいのでおすすめです。2つ目、ピンボケの修正です。ブレの修正と違って専用のツールがあるわけではありません。ボケた写真にシャープネスを適用させて輪郭をはっきりさせるというアプローチです。ボケた写真を Photoshop で開きます。フィルターからスマートシャープを選択します。プレビューがオンになっていることを確認します。プレビューをオンにすることでパラメータを動かした効果をリアルタイムで確認することができます。除去は通常ぼかし、レンズを選択します。写真を見ながらパラメータの数値を大きくしていきます。写真によってこの数値は変わってきます。写真に違和感を感じないまでなら数値を大きくすることができます。一つおすすめのやり方は最初に全てのパラメータを0にします。量だけを最大値にします。この時はまだ写真に変化は見られません。そして半径の数値を少しずつ大きくしていきます。写真に変化が出てくるのがわかります。量の数値を最大値にしておけば数値を動かす選択肢の迷いが一つ減ります。修正前よりは改善されて、かつ違和感を感じないように調整できればいいと思います。ここまでのやり方の場合、写真全体にシャープネスが適用されていることになります。風景写真の場合は基本的に全てにピントを合わせたいので、ここまでのやり方でいいと思います。ポートレートなどの写真では、被写体だけにシャープネスをかけたいという場合があります。スマートシャープのレイヤーにマスクが自動で追加されています。ブラシを選択して色が黒になっていることを確認したら、背景を塗っていきます。ブラシで塗った部分はシャープネスが外れていきます。このやり方も方法の一つですが、自分が塗ったところにシャープネスをかけたいとも思うはずです。スマートフィルターのマスクが選択されていることを確認したら、コマンドプラス I をクリックしてマスクを反転します。今度は黒色のマスクが出てきます。写真のシャープネスの効果が画面上ではなくなります。マスクと反対の色のブラシにしたら、シャープネスをかけた部分を塗っていきます。ちなみにブラシの色は X でいつでも変えることができます。ブラシで塗った部分だけにシャープネスが適用されていきます。このやり方が一番単純で確実な方法です。他にも被写体を選択する方法はいくつかあります。自動で被写体を選択できるもの。ある程度まで自動で選択してくれるものがあります。ただ、必ずしも思った通りにできるわけではないし、選択の抜けが発生する可能性があります。初めのうちはブラシで塗る方法が一番確実です。被写体だけがシャープになるので、ピンボケ感を少なくすることができます。ここまででピンボケの修正の結果が満足できるのであれば、ここで終わりにしてもいいと思います。ここからさらに修正をする方法があります。被写体の中の輪郭だけを強調させるものです。この写真の場合、目や輪郭に効果があると思います。シャープネスをかけたレイヤーをコピーします。コピーしたレイヤーをラスタライズします。ラスタライズというのは極端に簡単に言うと単純な一つの画像にすることです。シャープネスをかけた写真にさらに編集を加えるために写真を一旦フラットな状態にします。スマートオブジェクトに変換します。フィルターの中からその他、そしてハイパスを選択します。ハイパスというのは、これも極端に簡単に言うと、被写体の輪郭だけにシャープネスをかけられるフィルターです。調整する画面が出てきます。パラメータを最小値に設定します。輪郭だけを強調したいので、被写体の輪郭だけが表示できるように数値を大きくしていきます。数値が大きすぎると画面全体に効果が出てしまいます。フィルターを適用すると画面がグレーになります。レイヤーの描画方法をオーバーレイにします。この状態だと画面全体にハイパスとオーバーレイがかかっているので、
で、輪郭だけを選択するようにします。ハイパスのレイヤーが選択されていることを確認して、ベクトルマスクを追加します。ベクトルマスクを追加するときに、オプションキーを押しながらクリックすることで、反転したマスクを最初から出すことができます。スマートシャープのマスクをかけたときと同じ原理です。この場合、スマートフィルターは使えません。ハイパスの効果を加えたい輪郭をブラシで塗っていきます。輪郭だけを強調させることができると思います。ハイパスの処理まですれば、ピンボケはかなり改善されたように感じると思います。これが修正前。これが修正後です。シャープネスを被写体だけにかけて、さらに輪郭を強調させるという段階をつけることによって、写真にメリハリをつけることができます。今のこのやり方はあくまで一つの例です。ハイパスを最初からかける方法もあるし、マスクのかけ方もいろいろあります。自分の写真でいろいろ試すといい結果になると思います。ライトルームでもシャープネスをかける方法があります。ライトルームでシャープネスの値を大きくすれば写真にシャープネスをかけることができます。マスクを使って自分が選択したところだけシャープネスをかけることもできます。そして被写体の輪郭だけにシャープネスをかける方法もあります。オプションキーを押しながらマスクの値を動かすとシャープネスをかける場所を調整することができます。白が調整を加える場所。黒はその逆です。輪郭が白くなるようにマスクの値を調整します。その後にシャープネスをかければ、輪郭だけにシャープネスをかけることができます。Photoshop とは違うアプローチではあるけれど、ピンボケをした写真にシャープネスをかけて修正をするという方法の一つです。最後、白飛びです。白飛びは基本的に修正をすることができません。ブレもピンボケも写真にデータがあるので、今まで説明してきたように修正をすることができます。撮影したローデータの白飛びしている部分にわずかにでも情報が残っていて、現像で呼び戻すことができるのであれば可能性はあります。本来であれば撮影をする段階で白飛びを抑えるように合成の素材を撮影していたり多重録をしていることが理想です。撮影が終わった段階で白飛びに気づいたらもうどうすることもできません。白飛びを修復する方法の一つとして、写真を別のものに作り変えることです。これは修正というよりは写真を作るという表現が近いと思います。Photoshop であれば写真に雨を降らせたり、雲や霧を作ることができます。風景の雲であればコピーして貼り付けて馴染ませることもできます。ネット上に無限に存在する素材を使えば写真に合成をすることができます。そして AI です。この機能があれば白飛びした部分を埋めることは難しいことではありません。ほとんど自動で白飛びした部分を自然に埋めてくれます。初めから合成することを意図した写真の撮影は高度な技術の一つです。デジタルだけではなくフィルムの時代からこの技術は存在します。撮影をする段階で意図したものではないけれど、修復をするためだけに合成をする。AI を使うというのも修復ができているのであれば技術の一つだと思います。ただ、これが撮影した写真と言えるのかどうかは皆さんの判断に委ねたいと思います。写真を修復によって完璧な状態にすることはほぼ不可能です。そもそも写真のブレ、ボケが激しいものは修復することすらできません。今回紹介した方法は修復によって写真を良い状態に近づけることができるという理解をした方がいいと思います。どれだけ高度な修復をしても完璧に撮影された写真にはかないません。撮影をするときにミスショットを避けなければならない理由がわかると思います。特に初心者でありがちなのが後で修復や加工ができるからといって撮影をする写真の質をおろそかにしてしまうことです。今回説明したような写真を修復する方法はあるけれど、これは最後の切り札という風に考えて写真を撮影するといいと思います。この動画がいいと思ったらいいねお願いします。そしてチャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。